皆さん、こんにちは。この動画では、日本を代表するお酒、日本酒を通して、日本の文化や暮らし方を少し違った角度からご紹介します。日本酒は、日本では単なるアルコール飲料ではありません。人と人をつなぎ、季節を感じ、時間を共有するための存在です。また、日本では、お酒は酔うためだけのものではなく、神々に捧げるお供え物として、祭りや儀式を通して、人と神を結び、祈りや感謝の気持ちを形にする存在だったのです。この動画では、日本酒を、日本文化を体験する入り口としてご紹介します。それでは、よろしくお願いします。第1章、日本酒を一言で説明すると、日本酒は日本で長く親しまれてきたお酒です。日本の水は世界的にも綺麗で澄んでいます。山々に降った雨や雪が時間をかけて磨かれ、清らかな水となって酒造りに使われてきました。そして米は日本人の暮らしを支えてきた主食です。その米を丁寧に使うことで、素直で奥行きのある味わいが生まれます。日本酒の原料は驚くほどシンプルです。しかしその一つ一つは日本の自然と暮らしの中で大切に育まれてきた質の高いものです。ですが、難しい知識を知らなくても気軽に楽しむことができます。日本で大切にされているのは、どう作られているかよりも、いつ、誰と、どんな時間を過ごすか、友人と語り合う夜、家族と囲む食卓、季節の料理を味わうひととき、日本酒は、そうした場面や空気と一緒に楽しむものです。飲む人や料理、その場の雰囲気が合わさって、初めて一杯の日本酒が完成します。第2章、季節と食事で楽しむ日本酒。日本酒は季節と食事に深く結びついています。春は日本で一番心が弾む花見の季節です。満開の桜の下に人々が集まり、笑い声と会話があふれ、杯が進みます。敷物を広げ、日本酒を注ぎ、季節の料理を少しずつ分け合います。菜の花のほろ苦さ、タケノコの優しい甘み、そして、さっぱりとした白身魚の塩焼き。春の食材は、桜の香りとよく合い、日本酒の味わいをより引き立ててくれます。花を眺め、食事を楽しみ、語り合う。花見は、日本酒と共に春を味わう、日本ならではの過ごし方です。夏。日本の夏は、蒸し暑く、日差しの強い季節です。だからこそ、人々は涼を感じる工夫を大切にしてきました。夏の日本酒は、キリッと冷やして、よく冷えた酒器に触れた指先から、澄んだ冷たさが静かに伝わります。食卓には、滑らかな冷ややっこ、喉越しの良いそうめん、みずみずしい冷やしトマト、火を使わない、軽やかな料理が並び、冷やした日本酒とともに、体の熱を静かに和らげてくれます。夕暮れの風を感じながら、汗をかいた一日の終わりに飲む一杯。日本酒は、夏の暑さと向き合いながら、涼やかな時間を作り出す存在なのです。秋は、実りの季節。田畑が色づき、山や森から多くの恵みがもたらされます。食卓には、脂の乗った焼き魚、香り高いキノコ料理、時間をかけて味を含ませた煮物。素材そのものの旨味を楽しむ料理が自然と増えていきます。そんな秋には香りが穏やかで口当たりのまろやかな日本酒が選ばれます。温めすぎず少し温度を戻すことで米の旨味がゆっくりと広がります。夜が長くなり静かな時間が流れる中で味わう一杯。日本酒は秋の深まりとともに
落ち着いた語らいの時間を支えてくれる存在なのです。冬は寒酒の季節、冷たい空気の中で暖かさが一層恋しくなります。湯煎でゆっくり温められた日本酒は柔らかな香りを立ち上らせ、口に含む前から心をほぐしてくれます。食卓にはぐつぐつと湯気を立てる鍋料理、出汁の香りが広がるおでん、家族や仲間と鍋を囲み、同じ鍋から取り分けながら交わす会話、その時間に寄り添うように寒酒があります。体を内側から温め、会話の間にそっと余白を作ってくれる一杯。日本酒は季節の寒ささえも味わいに変え、食事とともに心まで温めてくれるお酒なのです。第3章、日本酒を飲む場所、日常、祝祭、神話。日本酒は居酒屋や家庭など日本人の暮らしのすぐそばにあります。仕事帰りにほっと一息つく一杯、夕食とともに静かに味わう一杯。特別な理由がなくてもその日の疲れや気持ちに寄り添う存在として日本酒は日常に溶け込んでいます。同時に日本酒は遥か昔から神話や信仰とも深く結びついてきました。神社では日本酒はお神として神様に捧げられます。それは米と水という自然の恵みへの感謝を形にしたものです。祭りの場ではそのお神を人々が分かち合います。神様からの恵みを皆で共有するという意味が込められています。そして日本酒は人生の大切な節目にも欠かせない存在です。正月、新しい一年の始まりに人々は家族と集い日本酒を酌み交わします。この時に飲まれるのがおとそです。おとそは日本酒に数種類の薬草を浸したもので一年の邪気を払い無病息災を願って飲まれます。年少者から年長者へと順に杯を回すことで家族みんなの健康と長寿を祈る。そこには新しい年を共に生きていくという静かな願いが込められています。日本酒はただ酔うための飲み物ではなく祈りや願いを形にする存在として正月の時間を彩ってきました。そして結婚式では三三九度と呼ばれる儀式で日本酒が使われます。新郎新婦が杯を交わすことで二人が家族となりその絆を神様に誓う意味を持っています。日本酒は人と人、家と家、そして神と人とを結ぶ役割を果たしてきました。日常の一杯から祈りの場、人生の節目まで日本酒は神話の世界と私たちの暮らしをつなぐ日本ならではのお酒なのです。第4章、飲み方の自由さ、ルールよりも心地よさ。日本酒には厳しい飲み方のルールはありません。冷やしてもいい、温めてもいい、小さな杯でもワイングラスでも構いません。その日の気分や一緒に食べる料理、過ごしたい時間に合わせて自由に楽しむことができます。日本では正しい飲み方よりも自分が美味しいと感じることが大切にされます。無理に飲む必要はなく、急ぐ必要もありません。日本酒は誰かと比べるものではなく、自分のペースで向き合うお酒です。だからこそ、静かな夜にも、賑やかな席にも、自然と寄り添ってくれるのです。第5章、乾杯と所作、日本らしいコミュニケーション。日本では飲み始める前に乾杯をします。大きな音を立ててグラスを合わせる必要はありません。軽く杯を上げ、目線を交わすだけで十分です。その所作には、これから同じ時間を過ごしますという気持ちが込められています。また、日本では相手にお酒を注ぐ文化があります。相手の杯が空いていないかをそっと気にかけ、無言でとっくりを手に取る。それは命令でも、
義務でもなく、相手を思いやる自然な行為です。注がれる側も、杯を少し差し出して受け取ります。その短いやりとりの中に、言葉以上の気遣いが流れます。日本酒は、会話を盛り上げるためだけのものではありません。沈黙さえも心地よくする、言葉を使わずに心を通わせる道具でもあるのです。第6章、まとめ。日本酒は季節と人をつなぐ。日本酒は、何を飲むかよりも、どんな時間を過ごすかを大切にするお酒です。季節の移ろいを感じ、料理の味わいに耳を澄まし、同じ場にいる人と同じ時間を静かに共有する。そこにあるのは派手さではなく、心地よい間とささやかな気遣い。一杯の日本酒にはそんな日本文化がそっと詰め込まれています。ぜひ日本酒を味わうだけでなく、日本を体験する一つの方法として楽しんでみてください。きっとそこには言葉にしなくても伝わる日本らしい時間が流れているはずです。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたら、チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。